連続で使用する場合、1週間以内に留めていただくのが、こちらのね、表を作ったので見ていただきたいんですけれども、もう一つ、冷蔵保存のもので特徴的なもので言うと、ようこそ、薬剤師のオフィスへ管理のハービーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、薬剤師さんであれば絶対に押さえてほしい点眼薬の基礎知識についてお話しいたします。薬剤師さんは数多くの現場で点眼薬を目にすると思うんですけど、点眼薬って調剤監査が簡単なだけに、意外と基礎的な部分が抜けてしまったり、うわ、これ初めて知ったわ、みたいなことってあったりしませんか？僕は結構あったんですけど、今日はそのような点について深掘りしていければなと思います。動画の流れなんですけれども、3つのパートに分けさせていただきまして、まずはじめに点眼薬の基本的な規格であるとか期限についてお話ししてから、2種類以上の点眼薬を同時に使う場合について解説いたします。そして最後には注意事項であるとか特徴について点眼薬の具体例を挙げながら解説していこうかなと思います。この動画を通して皆さんと一緒に点眼薬の知識を深めていければ僕は嬉しいです。全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それでは早速中身に入っていきましょうか。規格と期限についてですね。そうですね。規格から説明させていただきますと、点眼薬には大きく2つございまして、5ml と 2.5ml のタイプが存在します。使われ方としては 5ml の方が基本的には1日2回以上のものが多くて、2.5ml は1日1回の使われ方をする場合が多いですね。点眼薬の1滴っていうのは約50マイクロリットルに設定されています。50マイクロリットルっていうのは 0.05ml になりますので、5ml の方は100滴分、2.5ml の方は50滴分に設定されてるんですよね。ちなみに点眼薬の1滴のお話をさせていただくと、これは50マイクロリットルになりますので、片方の目に1回に吸収される目薬の量って約20から30マイクロリットルなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、片方の目に対する1回量は1滴で十分だよということです。これらの知識を覚えておいていただいた上で期限の話に移りたいんですけれども、基本的に点眼薬の期限っていうのは開封してから1ヶ月以内が目安となっております。例えば 5ml の場合、1日に2回以上のものが多いと先ほどね、僕がお伝えしたいんですけど、ここで計算してみましょう。例えば1日2回、両目の場合って1日に4滴使うじゃないですか。これって100滴あって1日4滴使うから何日分持ちますか？25日分ですよね。1日1回の場合でも両目に使う場合、50割る2で25日分になります。これが期限の部分とつながるんですよ。ちょうど開封後1ヶ月以内に使い切るように製剤設計がされているというところなんですよね。こういうところをね、しっかり知ると結構脳に定着するのでいいんじゃないかなと思います。服薬指導の際にたまに患者さんからこの目薬って何日間持つんですかと言われることがありますので、それは患者さんの目薬の使う用法用量とか規格を考えていただいて割り算をしてね、求めていただいてお伝えしていただくのがいいんじゃないかなと思います。ということでチャプター1、点眼薬の規格と期限についてでした。続きまして2種類以上の点眼薬を同時に使う場合について解説させていただきます。ここで覚えてほしい点、大事な点が2つございまして、まず1つ目が点眼薬の使う時間の間隔というところ、2つ目が使う順番ですね。これを順を追って説明していくと、まず1つ目の時間間隔なんですけど、基本的に点眼薬の時間間隔っていうのは5分以上間を空けるっていうのが一般的です。これを踏まえた上で2つ目、使う順番についてなんですけど、点眼薬は大きく4つタイプがございまして、これを使う順番でお示ししますと、水性、懸濁性、ゲル化製剤、眼軟膏となっております。水性の点眼薬っていうのはほとんどの医薬品がこれに当たるんですが、液体のようにサラサラした点眼薬ですね。有名どころで言うとドライアイのヒアレインとかジクアスが例として挙げられます。で、お次、懸濁性の点眼っていうのは皆様に覚えていただきたい点2つございまして、使用する前に振るということと、懸濁性点眼を使った後、点眼薬違うものを使用する場合は間隔を10分空けるということでございます。懸濁性点眼液は固体と液体が共存している医薬品になりますので、有効成分が固体の部分だったりするんですよ。なので何もしないと有効成分の濃度っていうのが中で均一に保たれてないんで、使う前に振ってね、均一にする必要があるんですよね。さらに固体が含まれていると吸収までに時間がかかる関係で、懸濁性点眼を使った後目薬を違うものを使う場合は間隔を10分空けていただくのが一般的なんですよね。この2点につい
いては、使う前に患者さんに説明してあげるといいんじゃないかなと思います。ちなみに、懸濁性点眼の見分け方なんですけど、大体のものが医薬品名の中に、なんちゃらこんちゃら懸濁性点眼液みたいな感じで、懸濁性っていう文言が入ってたりするんですけど、稀にこれが入ってない紛らわしいものがあって、そうですね、例を挙げると、ステロイド含有のフルオロメトロン点眼とか、タクロリムスのタリムス点眼、あとはムコスタ点眼、まあね、これなどはね、点眼薬で懸濁性なんだけれども、その懸濁性の文言がないというところで紛らわしい点眼薬になりますので、皆さん覚えておいていただければなと思います。お次のゲル化製剤に関してなんですけど、このゲル化製剤はその名の通りで、点眼後にゲル化することによって粘性、ネバネバするような点眼薬になっています。ここで皆様に覚えていただきたい点、また2つございまして、点眼後に視野がぼやけてしまうということと、ゲル化製剤を使う前に点眼薬を使用している場合は、間隔を10分以上空けるということでございます。ゲル化製剤は粘性を持たせることによって水性点眼薬に比べて効果を長時間表すような工夫がされているんですよね。そうですね、わかりやすく例えると吸盤を持つタコに例えることができます。皆さんテレビ番組で島の生活とかで素潜りをしてタコを取るシーンとか見たことありませんか？タコって吸盤があるだけに岩肌とかにくっついてなかなか捕獲することができないんですよね。あれと一緒で点眼薬にも粘り気を持たせることによって効果の持続時間を長くしているっていうね、工夫がされているんですよ。ゲル化製剤の例を挙げるとこんな感じなんですけれども、ほとんどのものが緑内障の治療薬、ベータ遮断薬がね、含まれているものが多いんじゃないかなと思います。このような医薬品は温度によってゲル化する、あるいは涙と反応してゲル化するような工夫がされていますね。見極めるための医薬品の特徴としては、そうですね、医薬品名の中にアルファベットが入っているんだが、このミケルナに関してはかなり現場で見るんですけど、アルファベットが入ってなかったりするんで、意外と薬剤師さん、このお薬がゲル化製剤っていうことを知らない方が多いんじゃないかなと思いますので、このミケルナに関しては皆さんね、最低限押さえておいてほしいものでございます。以上がですね、ゲル化製剤に関する知識でした。最後に眼軟膏についてなんですけど、眼軟膏は有名どころで言うとステロイドの炎症を抑えるものであったり、あとは最近開発されたアレジオンの眼瞼クリームとかがありますよね。このような眼軟膏は基本的にまぶたに塗りますので、そのまぶたに塗った後に点眼薬をやっちゃうとね、そのまぶたの医薬品をまとって点眼してしまうね、目の中に入ってしまう可能性がありますので、基本的にね、眼軟膏は最後に使っていただくのが一般的です。例外としてステロイドを含む眼軟膏のプレドニン眼軟膏っていうのがあるんですけど、これ転入っていう使い方があるんですよね。転入っていうのはまぶたの内側にこのようにアッカンベイをして塗ったりするんだけれども、このような時にゲル化製剤とどのように使うの、何分開けるのっていう疑問が生まれてくると思うんだが、そもそもこの2種類の医薬品を使う場合は同じタイミングに使わずに違うタイミングずらしていただくのが一般的なんじゃないかなと思います。ということでここまでが2種類以上の点眼薬を同時に使う場合の解説でした。それではいよいよラストスパートですね。皆さん最後まで頑張ってください。こちらのパートでは特徴的な点眼薬であるとか注意事項について具体的な医薬品の例を挙げながら解説いたします。大きく3つのパートに分けさせていただきまして、1つ目が冷所保存タイプのもの、2つ目が防腐剤フリータイプ、そして3つ目が点眼薬の使用期間について触れさせていただきます。まず1つ目、冷所保存タイプなんですけれども、点眼薬には冷所保存を必須としている種類のものがありますね。例を挙げるとキサラタンなんですけれども、これは緑内障の治療薬なんだが、開封前は冷所保存なんだけれども、開封後は室温になる医薬品なんですよね。最近では AG でも出ましたよね。ただこちらのキサラタン、ジェネリックに関してはそもそも最初から冷所保存が不要になっていたりするんで、患者さんにジェネリックに変更になった時は説明してあげる必要がありますよね。もう一つ冷所保存のもので特徴的なもので言うとベストロンが挙げられますね。こちらは抗生物質のセフェム系のね点眼薬にはなるんですけれども、そもそもね製剤として粉末瓶と溶解液に分かれてるんですよ。これ薬局で2つとも合わせて混ぜたりするんだけれども、これ溶解後に冷所保存になるんですよね。なので患者さんに渡して保存する方法は冷所でお願いし
しますというふうにお伝えする必要があります。さらに0書になるだけじゃなくて、混ぜた後は期限が1週間になりますので、この期限に関してもお伝えしてあげる必要があるんですよね。こちらのね、表を作ったので見ていただきたいんですけれども、そもそも最初は0書、常に0書、溶解した後は0書みたいな感じで、いくつか特徴のある医薬品がありますので、こちらは皆さん覚えておいていただければなと思います。僕のイメージからすると、緑内障の治療薬が0書保存のものが多いんじゃないかなと思います。ということで、1つ目が0書保存タイプの医薬品についてでした。お次2つ目の防腐剤フリータイプの点眼薬についてなんですけど、これはその名の通りで防腐剤が入ってないような点眼薬があるよということでございますね。防腐剤に関しては点眼薬の添付文書で確認することができまして、組成の部分に塩化ベンザルコニウムという記載がありましたら、これが防腐剤になりますね。そもそも防腐剤って何っていう話をさせていただきますと、これは食品の保存料みたいな感じで、あるものを開封してから一定期間経ったとしても質を担保することができるようにするために加えられるようなものになりますね。ただこの塩化ベンザルコニウムに関してはソフトコンタクトレンズをしてたりすると吸着して角膜に傷つける場合がありますので、これを含んでる、点眼薬に関してはコンタクトレンズを外していただいて使用していただく必要がありますね。ハードコンタクトレンズは大丈夫とされてるんですけど、それでもね、外して使っていただくのが一般的なんじゃないかなと思います。で、こちら、防腐剤フリーのね、見分け方なんですけれども、点眼薬の医薬品名の中に PF と記載がありましたら、こちらはね、防腐剤フリーという意味で、あとはなんちゃらミニ点眼っていうね、医薬品に関しては個包装にされていて、1回使い切りタイプになっておりますので、防腐剤フリーのものが多かったりします。このようなね、見分け方がありますので、皆さん現場で役立てていただければなと思います。ただ、この PF と名の付く点眼薬、非常にいいものではあると思うんだけれども、一般的な点眼薬に比べると割と力が必要になってきます。回線作業も強く押さなきゃいけないし、普段使う場合も割と強く押さないと液体が出てこないんですよね。なので、握力が低下しているご高齢の方とかは一人で使う場合はなかなかね、使いづらくて、ちょっとね、使いたくないっていう方もいらっしゃったりしますので、ここは一つね、注意していただければなと思います。ということで、2つ目が防腐剤フリータイプの点眼薬についてでした。そしてこれで最後、3つ目なんですけど、点眼薬の使用期間についてですね、基本的には点眼薬、ずっとね、持続的に使っていただくのが一般的なんだが、1週間以内の使用に留めていただきたいような医薬品が2種類ございます。それは、ステロイド含有剤と抗生物質の医薬品ですね。皆さん、服薬指導の際に、この2種類の点眼薬出た場合は、ドクターの方から、このね、点眼薬どれぐらいの期間使うとか説明がありましたかとか聞いていただければ、1週間以内にまた来てくださいって言われましたとか、とりあえず5日間使ってみて治んなかったら受診してくださいって言われましたとか、患者さんね、おっしゃるかと思いますので、ここら辺に関してはね、覚えていただければなと思います。この2種類の点眼薬連日使用する場合は1週間以内の使用が一般的なんですけど、やはり例外もありまして、最近発売された抗生物質のアジマイシンと点眼薬、これ先ほどの冷所保存のものにも当てはまるし、粘り気がありますので、使う前によく振ってからね、使わなきゃいけないっていうちょっと変わったもので、使い方に関しても最初の2日間は1日に2回なんですけど、その後は1日1回で1週間使うやり方と合計2週間使うやり方があったりするんで、例外はありますが、基本的にステロイド含有抗生物質のお薬に関しては連続で使用する場合1週間以内に留めていただくのが一般的と覚えておいていただければなと思います。ということで最後のパートが特徴的な点眼薬であるとか注意事項に関する情報でした。はい。皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。僕、今回の動画を作るにあたって点眼薬を調べたんですけど、ちょっとずつね、使い方とか性質が違ったりして覚えるのが大変そうでしたよね。なかなか完璧にやるのは難しいと思うんですけれども、コツコツと知識を積み重ねていくことによって、正しい調剤監査、服薬指導の質が上がってくるんじゃないかなと思います。今回は点眼薬の基礎知識についてお伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか？最後に宣伝にはなるんですけれども、また
私、管理人のハーフィーは、フリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社 T ハーフ運営しております。薬局経営者様、薬剤師様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。